こんにちは。Python VTuber のサプーです。今回はラズパイを使って遊んでみるというテーマの動画です。ラズパイって聞いたことあるけど、どんな風に使うんだろう？ Python プログラミングと組み合わせるとどんなことができるんだろう？こういった疑問に答える動画になっているので、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルは Python やプログラミングに関する情報を発信しているので、チャンネル登録よろしくお願いします。またメンバーシップ会員しか見れない動画、ライブ、ディスコードもあるので、よければメンバーシップのご検討もよろしくお願いします。まず最初にラズパイとは何かについて説明します。ラズパイとはラズベリーパイという製品の略称で、イギリスで誕生した教育用の小型コンピューターのことです。コンピューターっていうと皆さんが思い浮かべるのはこんなノート PC やデスクトップ PC かなと思うんですが、ラズパイはこういったコンピューターとは少し異なり、1枚の基板だけです。この基板の上には CPU やメモリ、ストレージのスロットなど、コンピューターとして機能する部品はすべて載っているんですが、ディスプレイやキーボードはもちろん、電源など一般的にイメージするコンピューターに接続されているような部品は基本的に別売りになっています。ラズパイはいくつか種類があるんですが、種類によっては Wi-Fi や Bluetooth も載っていて、それで言いながら金額は数百円、数千円ぐらいから買うことができてとてもリーズナブルです。では、このような基板しかない小型コンピューターがあると何が嬉しいのかというと、小さいという特徴を活かして、例えばロボットのように動く機械を作ったり、ゲーム機のように持ち運べる機械を作ったり、比較的簡単に電子工作に挑戦することができます。また、ラズパイでは Python や Java などのプログラミング言語を使ってプログラムを動かすことができるため、自宅で常時起動させておく小さなサーバーとして使うこともできます。もちろん、これ以外にもアイデア次第で本当に色々なことができます。ただ具体的にどんな風に動くのかわからないと何ができるのかイメージしにくいと思うので、この動画では実際にラズパイを動かして、ラズパイの一つの使い方をお見せしたいと思います。そしてラズパイには種類がいくつかあるので、その種類を簡単にご紹介しますね。まず、ラズベリーパイシリーズというものがあります。これはラズパイの定番シリーズで、スペックや機能が他のシリーズに比べて充実しています。バージョンは大きいほど新しくて、現在は5が最新になっています。ラズベリーパイ5はメモリーが 16GB も載っているものもあって小型でありながらハイスペックです。そのため、パソコンやサーバーとしてラズパイを使いたいという場合は、このラズベリーパイシリーズを選ぶと良いかもしれません。ただ、価格は他のシリーズに比べて高めで、特に4と5は1万円を超えるので、リーズナブルなら使ってみたいという人にとっては少し躊躇してしまう値段かもしれません。ただ、3に関しては比較的リーズナブルなので、スペックと金額のバランスを考えてバージョンを選択してみてください。この動画では、ラズベリーパイ3モデル A プラスという先日ネットで4620円で購入したこのようなラズパイを使用していきますね。実演は3で行いますが、同じ操作を4でも5でも行うことができるので、ぜひこの動画の実演を参考にしてみてください。また、これ以外にもラズベリーパイ0シリーズというものがあります。これはラズベリーパイシリーズよりもスペックが低いものの3000円程度で購入することができてリーズナブルです。ただ、ラズベリーパイ0シリーズの中でも、名前に H がついていないものは GPIO を使うときにハンダ付けを行うか GPIO ハンマーヘッダーというようなキットを取り付ける必要があります。大きさはラズベリーパイシリーズよりもさらに小さく、だいたいフリスクのケースぐらいの大きさです。そのため小さいコンピューターとして使ったり、携帯 IoT 機器などとして使いたいという人は0が良いかもしれません。この動画での実演はラズベリーパイシリーズで行いますが、この動画の内容ぐらいであれば0でも問題ないかと思います。またこれ以外にラズベリーパイピコというシリーズもあります。これは0よりもさらに基板についている部品が少なく、スペックもさらに低いです。ラズベリーパイシリーズや0シリーズではマイクロ SD カードを使って OS を読み込ませるんですが、このピコにはマイクロ SD カードを挿すスロットもないため OS なしで動きます。また消費電力がかなり抑えられるため USB 電源じゃなくて乾電池で動かすこともできます。また価格も数百円から1000円程度でとてもリーズナブルです。
そのため、電子工作、センサーデバイスなど何かの装置の部品を作りたいという人はピコが良いかもしれません。この3つ以外にもシリーズがあるんですが、よく使われているのはこれらかなと思います。自分が作りたいものは何が基盤に乗っていれば実現できるのか、どのくらいのスペックが必要なのかということと、予算がどれくらいなのかということを考慮して、どのラズパイを使うか考えてみてください。では、この動画で実演するラズパイの操作について先に簡単に概要を説明します。今回は人感センサーとスピーカーと LED をラズパイに接続して、人が通ったらお帰りなさいという声が再生されるものを作ってみたいと思います。大まかな手順としては、まずラズパイに OS をインストールします。これにはマイクロ SD カードを使います。そして今回はラズパイをヘッドレスでセットアップします。どういうことかっていうと、ラズパイ自体に直接ディスプレイやキーボードを接続せずに SSH 接続ができるように設定しておいて、いつも使っている PC から SSH 接続してラズパイを操作するやり方です。そしてセットアップができたら、USB のスピーカーをラズパイに接続して Python プログラムを使ってお帰りなさいという音声を流す機能を作ります。次に人感センサーをラズパイに接続して Python プログラムで人感センサーから人が通ったことを検知するプログラムを作ります。そしてスピーカーから音声を流すプログラムと人感センサーから人が通ったことを検知するプログラムを合わせて人が通ったらスピーカーから音声を流すプログラムを作ります。次に人感センサーをブレッドボードを使って接続するように変更します。そして LED もブレッドボードに接続して人感センサーが人が通ったのを検知した時に音声が再生されるのと同時に LED も光るようにします。この動画で行うのはこのような操作です。そのためこの動画ではラズパイ3以外にマイクロ SD カード、16GB 以上でできれば A1 と書いてあるもの、マイクロ SD カードリーダー、マイクロ USB-B ソケットに対応した電源ケーブル、USB スピーカー、赤外線人感センサーモジュール、LED、抵抗、ブレッドボード6穴板、ブレッドボードジャンパーワイヤーのオスメス、ブレッドボードジャンパーワイヤーのメスメス、ブレッドボードジャンパーワイヤー、この字型、これらの部品を使います。ジャンパーワイヤーはピンが出ている方がオスで穴が開いている方がメスです。電源ケーブルについては USB Type-C で接続するラズパイもあるので、お使いのラズパイに合わせて変更してください。実際にこの動画で使用した部品を購入できる URL は概要欄に貼っておきますね。では、これらの部品を使って実演していきます。まずはラズパイに OS をインストールします。で、実際に OS インストールを行う前に、事前に SSH 接続で使用する SSH 鍵を用意しておきます。Windows の場合は PowerShell を開いて、Mac の場合はターミナルを開いてください。cd チルダというコマンドを実行して、ユーザーのホームディレクトリに移動して、ls というコマンドを実行して、.ssh というフォルダーが存在しているか確認してください。なければ、make directory.ssh というコマンドを実行して .ssh というフォルダーを作成しておいてください。そして cd.ssh で .ssh フォルダーの中に移動して ssh-keygen-c シングルコート、ダブルコート、ダブルコート、シングルコート、-fキー名というコマンドを実行して SSH 鍵を作ります。今回、キーの名前をバタースコッチシナモンパイとするため、このようなコマンドを実行します。そうすると、パスワードを設定するように促されるので、何かパスワードを設定しておいてください。そしてもう一度 ls コマンドを実行すると、この .ssh フォルダーの中にバタースコッチシナモンパイという秘密鍵とバタースコッチシナモンパイ .pub という公開鍵ができています。なので、cat 公開鍵名。今回だと cat バタースコッチシナモンパイ .pub というコマンドでファイルの中身を表示させて、この内容をどこかにメモしておいてください。では、ラズパイの OS をインストールします。先ほども説明した通り OS のインストールにはマイクロ SD カードを使うので、作業しているこの PC にマイクロ SD カードリーダーをつないでマイクロ SD カードを差し込んでください。
次にマイクロ SD カードにラズベリーパイ OS のイメージを書き込むためのソフトであるラズベリーパイイメージャーというソフトをダウンロードをします。このようなラズパイの公式サイトのダウンロードページがあるので、このページから今操作している作業 PC の OS に合わせてラズベリーパイイメージャーのインストーラーをダウンロードしてください。今私は Windows PC で作業をしているので、このダウンロード for Windows をクリックします。ダウンロードが終わったら、インストーラーをダブルクリックすると、このような画面が表示されます。言語は English のままで、このようなセットアップウィザードが表示されるので、Next を押します。で、ライセンスに同意して、Next を押して、インストールフォルダーを選ぶ画面が出てくるので、デフォルトのまま Next を押して、Select Additional Tasks も Next を押して、ラズベリーパイイメージャーのセットアップウィザードを終了させます。そうすると、このような画面が表示されます。ここでデバイスと OS とストレージを選択すれば OK です。まずデバイスを設定してみましょう。このボタンを押すと、このようにラズパイのデバイスがどのシリーズなのかを選択する画面が表示されます。用意しているラズパイに合わせて選択してください。今回私はラズパイ3を用意しているので、ラズパイ3を選択しておきます。次に OS を選択します。このボタンを押すと、このようにラズパイにインストールする OS の種類を選択する画面が表示されるので、自分が使いたい OS を選択します。ここに Debian って書いてある通り、ラズベリーパイ OS は Debian つまり Linux ベースです。この後ラズパイを Linux コマンドで操作していくんですが、Linux のコマンドがわからない方は、以前に動画を出しているので、よければこちらの動画も参考にしてみてください。今回は一番オーソドックスなラズベリーパイ OS64 ビットを選択します。最後にストレージを設定します。このボタンを押すと、このように OS のイメージを書き出すマイクロ SD カードがマウントされているドライブが表示されるので、これを選択すれば OK です。そして次へのボタンを押して、ここで OS カスタマイズセッティングを行うのか聞かれるので、設定を編集するのボタンをクリックしてください。そうすると OS の設定を編集できる画面が表示されます。まずはホスト名を何か適当につけます。ホスト名の左側のチェックをクリックして、今回はバタースコッチシナモンパイというホスト名にします。あとは OS のユーザーとそのユーザーのパスワードも設定しておきます。ここにチェックを入れて、今回はユーザー名をサプーにしてパスワードをパスとしておきます。また Wi-Fi の設定もしておきます。Wi-Fi の設定をするのチェックを入れて、ご自宅の Wi-Fi ルーターに書かれている SSID とパスワードをここに設定してください。そして Wi-Fi を使う国のプルダウンから Japan を選択します。次にサービスタブをクリックして、SSH を有効にするにチェックを入れます。そして公開鍵認証のみを許可するの方にチェックを入れて、先ほど SSH キーを作った時に cat コマンドで表示させた公開鍵の内容をここに貼り付けてください。これで保存ボタンを押して、この画面ではいを押します。そしてこの画面でもはいを押して、これでマイクロ SD カードに OS イメージを書き込みます。書き込みと確認があるのでしばらく待ちます。書き込みが終わったら、このラズベリーパイイメージャーは閉じます。そして一度マイクロ SD カードを抜いて、もう一度マイクロ SD カードを作業 PC に差し込んで、作業 PC からこのマイクロ SD カードの中身を確認します。そうすると、firstran.sh というファイルがあるかと思います。これを何かエディターで開きます。このファイルの一部を修正します。というのも、このファイルにバグがあるようで、修正しないと現時点ではうまく動きませんでした。ひょっとしたら新しいバージョンのラズベリーパイイメージャーではバグが修正されているかもしれないのですが、この動画を撮影しているタイミングでは、このファイルに修正が必要だったので、修正の手順を説明します。まず PSK に設定されている値を探します。エディターの機能を使って PSK を検索してください。そうするとここに PSK の値があります。これは Wi-Fi のパスワードの内容を暗号化した結果のようなのですが、なぜかこのままだとうまく SSH 接続できません。一度この暗号化後の値をコピーしてどこかに控えておいてください。そしてここを
直接 Wi-Fi のパスワードに書き換えます。次に先ほどコピーした暗号化後の Wi-Fi のパスワードで検索を行ってください。そうすると先ほど書き換えた前の値と同じ値が設定されている部分があるので、ここも同じように直接 Wi-Fi のパスワードの内容に書き換えます。このような状態になっていれば OK です。これでファイルを保存しておきます。この firstran.sh というファイルは、ラズパイの初回の起動後に自動で消えるファイルなので、直接パスワードが設定されていても問題なしとします。これでマイクロ SD カードを作業 PC から取り外します。で、ラズパイの裏側にあるマイクロ SD カードのスロットに、この SD カードを差し込みます。スロットはここにあります。マイクロ SD カードが差し込めたら、電源を接続します。私が使っているラズパイはマイクロ USB-B ソケットに対応した電源なので、ラズパイのここに電源ケーブルを接続してコンセントに差し込みます。そうすると自動でラズパイが起動します。初回起動は時間がかかるので5分ほど待ってください。ラズパイのここにあるパワーと書かれているライトは電源供給が正常かどうかを表すライトで、赤に点灯していれば正常に電源が供給されています。また、アクトと書かれているライトは、マイクロ SD カードの読み書き状況を表すライトで、マイクロ SD カードからブートしている最中は緑色に点滅します。OS が立ち上がるとアクトと書かれているライトは消えます。このような状態になったら OS が立ち上がっていると思われるので、作業用 PC からラズパイに SSH 接続してみましょう。SSH 接続については以前に動画を出しているので、わからない方はこちらを見てみてください。Windows の人はパワーシェルを開いて、Mac の人はターミナルを開いてください。cd-/.ssh で、ホームディレクトリの下にある .ssh フォルダーまで移動して、ssh-i 秘密鍵のファイル名、ユーザー名、ホスト名 .local という ssh コマンドを実行します。私の場合だと ssh-i バタースコッチシナモンパイサプバタースコッチシナモンパイ.local を実行します。初めて接続するホストなので信頼して良いか聞かれるので Yes と入力してパスワードを求められるので SSH 鍵を作った時に入力したパスワードを入力してください。そうすると、このようにいつも使っている作業用の PC からラズパイに SSH 接続することができました。ちゃんと OS がインストールできて SSH 接続できているのが確認できましたね。念のため、インターネットにも接続できるか確認しておきます。curl https://example.com というコマンドを実行すると、このようにデータが取得できたので、インターネットにもちゃんと接続できているのが確認できました。もしもラズパイを停止させたい場合は、sudo shutdown-h now というコマンドを実行します。ここで少しだけ PR をさせてください。現在 SAP の書籍が発売中です。概要欄に詳細を載せておくので、よければチェックしてみてください。次に Python を使って音声ファイルを再生したいと思います。今回音声ファイルは SAP のおかえりなさいという音声が入っている Web ファイルを使います。では今まで作業をしていたコマンドラインツールは閉じて、今度は VS Code のリモート SSH の拡張機能を使ってラズパイのファイルを編集できるようにします。まず VS Code の左のメニューバーの拡張機能のアイコンをクリックして、リモート SSH と検索バーで検索して、リモート SSH という拡張機能を見つけたら、これをインストールします。そうすると VS Code の左のメニューバーに、このようなリモートエクスプローラーのアイコンが表示されるので、これをクリックします。そして SSH の横にある歯車アイコンをクリックして、ホームディレクトリの下の .ssh のコンフィグファイルを選択します。サンプルが入力されているんですが、これは削除しちゃって、ホストと書いて、後ろに先ほど設定したホスト名に.local をつけたものを書いて、下の行に半角スペース2つのインデントをつけて、ホストネームと書いたら、その後ろに同様にホスト名に.local をつけたものを書きます。次にアイデンティティファイルを書いたら、後ろに先ほど作った秘密鍵のパスを書きます。最後にユーザーと書いたら先ほど設定したラズパイの OS のユーザーを書きます。私の場合はこのような記載になります。
これを保存して、リモートエクスプローラーの更新ボタンを押して、ホスト名が表示されるので、このホスト名のこのウィンドウのマークをクリックします。そうすると、新しいウィンドウが立ち上がるので、バタースコッチシナモンパイローカルの OS、今回だと Linux を選択して、SSH キーを作った時に入力したパスワードを入力します。一番左下のところにホスト名が表示されたら、ラズパイに VS コードのリモート SSH を使って SSH 接続できていることを確認できます。こうすることで、ラズパイ上のファイルを編集しやすくなります。ただ、この接続方法は、ラズパイの CPU 使用率が高くなってしまうため、VS コードがファイルを監視しているのを止める設定をしておきます。左下の歯車のアイコンをクリックして、設定をクリックして、ここにリモートホスト名が表示されるので、こっちのタブをクリックします。そして検索バーからWatcher Exclude を検索して、このパターンを追加というボタンを押します。ここにアスタリスク2つを入力して OK を押します。こうすることでラズパイ上のファイルを監視しなくなって CPU の使用率を抑えることができます。この設定の画面とようこそ画面は閉じておいて、今度はエクスプローラーのアイコンをクリックします。そうすると、フォルダを開くというボタンがあるので、これをクリックして、ラズパイ上のどこのフォルダを開くかを決定します。今回はホームディレクトリを選択して OK を押します。また SSH キーを作った時のパスを入力します。また、この状態で VS コードのターミナルから新しいターミナルをクリックすると、ラズパイ上のシェルを実行できるコマンドラインツールが表示されます。なので、ここで一度 Python が使えるかを簡単に確認しておきましょう。Python-v というコマンドを実行すると、Python のバージョンが表示されたので、Python がすでにラズパイにインストールされていることがわかります。では、一つファイルを作ってみましょう。このドキュメンツの中に SAP プロジェクトというフォルダを作って、その中に script.py というファイルを作ります。プリント関数で SAP ですと表示させるだけのコードを書きました。これを保存して cd コマンドでドキュメンツの SAP プロジェクトまで移動して、いつも通り Python のプログラムを動かしてみると、確かに Python が動きましたね。ではライブラリをインストールしたいので vm で仮想環境を作っておきます。python-m vm.test-envで、.test-env という名前の仮想環境を作って、source.test-env/bin.activate で仮想環境を有効にして環境を切り替えておきます。仮想環境については以前に動画を出しているのでわからない方はそちらを見てください。では USB スピーカーから音声を流してみたいと思います。まず作業用 PC にある WAV ファイルですが、これをラズパイ側に送ります。VS コードにこのように接続されていれば、ドラッグ&ドロップで、この作業 PC のローカルにあるファイルをリモート接続しているラズパイへ送ることができます。実際にドラッグ&ドロップしてみると、ラズパイの中の SAP- プロジェクトフォルダの中に sap.wav というファイルを送ることができました。次に USB スピーカーを接続してみます。一度コマンドラインツール上で lsusb というコマンドを実行して USB 接続しているデバイスを確認しておきます。次に USB スピーカーをラズパイに接続します。ここに USB の差し込み口があるので、このように接続しました。ではもう一度コマンドラインツール上で lsusb を実行してみると、このように先ほどはなかったデバイス002というのが表示されて、このラズパイがスピーカーを認識しているのがわかります。そして play-l というコマンドを実行すると、利用可能なオーディオ出力デバイスの一覧が表示されるので、USB オーディオのところに書かれているカード番号とデバイス番号をメモしておいてください。で、念のため aplay コマンドで先ほどの SAP の音声ファイルを再生したいと思います。aplay-d プラグ hw コロンの後ろにカード番号、デバイス番号を書いて、その後ろに WAV ファイルのバスを指定します。なので、
このようなコマンドを実行すれば Web ファイルが再生されるはずです。実際に実行してみると、おかえりなさい。確かにラズパイに接続したスピーカーから音声が再生されましたね。もし音量を調整したい場合は amixer getmaster というコマンドを実行して、今音量が何%になっているかを確認して、例えばもう少し音量を大きくしたいなと思ったときは、amixer set master 80% と音量のパーセントを変更をしておきましょう。次に Python で Web ファイルを再生するために必要なライブラリをインストールします。今回、サウンドデバイス、サウンドファイル、NumPy をインストール必要があるので、仮想環境に切り替わっているコマンドラインツール上で pip インストールサウンドデバイス、サウンドファイル、NumPy でライブラリをインストールしておきます。また、ポートオーディオというパッケージも必要なので、sudo apt install ポートオーディオ 19-dev というコマンドを実行しておいてください。では、コードを書いていきましょう。先ほど書いたプリント関数のコードは削除しておいて、import sound device as SD、import sound file as SF で、サウンドデバイスとサウンドファイルをインポートしておきます。そしてサウンドデバイスのデフォルトの 0.C に low という文字列を指定して、音の遅れをできるだけ小さくする設定をしておきます。次にサウンドデバイスのデフォルトのブロックサイズに256を指定して、再生バッファーのサイズを指定します。小さいほど遅延が少なくなりますが、小さすぎると CPU 負荷が大きくなります。そして Web ファイルを読み込むためにサウンドファイルのリードを呼び出して、第一引数に Web ファイルのパスを指定します。今回 Web ファイルはフォームディレクトリの中のドキュメンツのサププロジェクトの中に入っているので、このような指定になります。そして D タイプという引数にフロート32を指定します。モドリッチは2つあって、1つが実際の音声の波形データで、もう1つがサンプリング周波数なので、データと FS という変数に代入しておきます。そしてサウンドデバイスのプレイを呼び出すことで音を再生できます。第1引数にデータ、第2引数に FS を指定すれば OK です。で、サウンドデバイスのウェイトを呼び出して再生が終わるまで待機します。これでコードは OK です。これを実際に動かしてみると、おかえりなさい。確かに Python で Web ファイルが再生できましたね。次に GPIO について説明したいと思います。ラズパイにはこのようなピンの集まりがあります。これを適切に電子部品につなげることで、そのつながっている電子部品に電源を供給したり、ラズパイから電子部品に信号を送ったり、逆に電子信号を受け取ったりすることができます。この後実際に電子部品をつなげて配線を行うのですが、配線を行う際は、ラズパイをシャットダウンして電源を切っておきましょう。シャットダウンのコマンドは sudo shutdown-h now です。では、どのようなピンがどこに刺さっているのかを説明します。ラズパイのピンの配置については、このようなサイトがあるので、このサイトを見てください。URL は概要欄に貼っておきますね。まず、ピンの集まりが設置されている基板上の場所を確認して、ラズパイをこの図のようにピンの集まりが右端に位置するように置いてください。この状態で上の図を見てみてください。この図のピンの位置と実際のピンの位置がマッピングされています。この時、左の列の一番上のピンに 3V3 パワーと書かれています。なので、ラズパイ上のこのピンが 3.3V 電源ピンという種類のピンになります。同様に、右の列の上から3つ目のピンにはグラウンドと書かれています。なので、ラズパイ上のこのピンがグラウンドピンという種類のピンになります。この図とラズパイ上の実際のピンのマッピング方法が分かったところで、では、このピンは具体的に何のためのピンなのかを説明していきます。まず、3V3 パワーのように、数字と V とパワーと書かれているピンがいくつかありますね。これは電源を供給するためのピンです。5V と書かれているピンは 5V の電圧。3V3 と書かれているピンは 3.3V の電圧の電源を供給できます。これによって接続されている電子部品に電源が供給されます。なので回路のプラス側のピンと考えます。次にグラウンドと書かれているピンがいくつかあります。
これは電気の戻り道に使われるピンで、回路のマイナス側のピンです。なので、パワーと書かれているピンから電流が流れて、何かしらの電子部品を通って、グラウンドのピンに戻ってくる。こういうルートをたどるというイメージです。最後に GPIO 数字と書かれているピンがたくさんありますね。これは入力と出力に使えるピンです。つまり、電気信号を送ったり、電気信号を受け取ったりするためのピンのことで、例えば人感センサーを取り付けた場合、この GPIO のピンを経由して、今人が通りましたよっていう電気信号をラズパイ側で受け取るというイメージです。イメージしやすいように、この動画では信号という言い方をしていますが、具体的には電圧をかけたりかけなかったりと、電圧の工程を使って信号を送っています。で、GPIO の数字の後ろに丸括弧ほにゃららって書かれているピンは、特定の種類の部品に対する入出力用のピンなので、この動画では使わないため詳細な説明は省きます。数字の後ろに丸括弧ほにゃららって書かれていないピンは汎用的な入出力に使えるピンになっています。今回はこの丸括弧がついていないピンを使っていきます。で、具体的に電子部品のどこにつけたらよいのかというのは部品ごとに違うんですが、電子部品の説明書などにこのようにピンの種類と配置が記載されているピンの配置図があります。これを確認しつつ、実際に部品に記載されている文字を確認して、どことどこを接続するのかを決めます。例えば、これは今回用意した赤外線人感センサーの電子部品なんですが、このセンサー自体に3つピンがあります。ピンの配置図を見てみると、真ん中が V アウト、片方が 3.5V から 12V、片方が GND、つまりグラウンドって書かれています。つまり真ん中のピンはセンサーが人を検知した時に信号を送り出すピンなので、真ん中のピンをラズパイ上の GPIO ピンのどれかと接続します。今回は GPIO26 と書かれているピンと接続してみましょう。この時このようなブレッドボーとジャンパーワイヤーを使って接続ができます。ピン同士の接続なので、ワイヤーは両方穴が開いているメスメスのジャンパーワイヤーを使います。そして両サイドのピンですが、実物を見てみると、プラスとマイナスという表記があります。プラス側についているピンは、ラズパイ上の電源供給用のピンに接続します。ピンの配置図には 3.5V から 12V ってなってますが、大まかに 3.3V と大差ないので、3.3V 電源供給ピンと接続します。マイナス側についているピンはグラウンドなので、ラズパイ上のグラウンドのピンに接続します。このようにラズパイのピンとセンサーを接続することで、センサーに電源を供給できて、センサーから人が通ったかどうかの信号をラズパイ側で受け取ることができます。では、センサーから受け取った信号を Python プログラムの中で検知してみようと思います。また、ラズパイを起動して VS コードから接続します。まず、pip install rpi.gpio というコマンドを実行して、ラズパイの GPIO のライブラリをインストールしておきます。では、先ほどの Python スクリプトを開いて編集していきます。先ほど書いた音を再生するコードは一度コメントアウトしておきます。import rpi.gpio as GPIO で、ラズパイの GPIO をインポートします。次にこのプログラムの中で GPIO のピンの指定方法を BCM という GPIO の後ろに書かれている番号で指定するという設定を行います。GPIO のセットモードを呼び出して GPIO の BCM を引数に設定すれば OK です。これで先ほどセンサーとつないだ GPIO26 というピンを26という数値で指定できるようになります。そして GPIO26 のピンを入力モードとして設定します。このラズパイにとっては GPIO26 のピンからセンサーの信号が送られてくるというイメージなので入力モードということです。GPIO のセットアップを呼び出して第一引数に GPIO の後ろの数値26を指定して第二引数に GPIO の IN を指定します。で、while true でこのスクリプトを意図的に外から止めない限りずっと動き続けるようにしておきます。そしてこの while の中でセンサーからの信号を受け取ります。
GPIO のインプットを呼び出して引数に26を指定します。こうすることで GPIO26 のピンからの信号を受け取れるので、戻り値をセンサーステートという変数に代入します。この場合、人感センサーで人を検知したら GPIO インプットは1を返してくるので、このセンサーステートに1が代入されるはずです。プリント関数でセンサーステートの値を表示させるようにしておきます。このセンサーでチェックを行う間隔を1秒間隔にしようと思うので、インポートタイムでタイムをインポートして、タイムのスリープを呼び出して1秒スリープするようにしておきます。最後に GPIO のクリーンアップを呼び出して、ラズパイのピンを初期状態にリセットします。ただし、今回のプログラムは、キーボードのコントロールキープラス C を押すことで、プログラムの外側からプログラムを強制的に終了させる予定なので、この while 自体をトライで囲んで、エクセプト説を書いて、キーボードインタラプトを補足して、その中でプリントでユーザーによる中断と表示させます。そしてファイナリー説を作って、その中で GPIO のクリーンアップを呼び出します。これで OK です。このプログラムを動かして、その上でセンサーに手をかざしてみると、このように手をかざしたタイミングで1と表示されるのがわかるかと思います。逆にラズパイから電子部品に信号を送るには GPIO のセットアップを呼び出して第1引数に GPIO の後ろに書かれている数値、第2引数に GPIO のアウトを指定して出力モードに設定します。そして信号を送りたいタイミングで GPIO のアウトプットを呼び出します。第1引数に GPIO の後ろに書かれている数値、第2引数に1を指定すれば、その番号のピンに信号を送ることができます。このように GPIO を使って電子部品から信号を受信したり、電子部品へ信号を送信したりできます。では、音を再生するためのコードのコメントアウトを外して、センサーから信号が送られてきたら、つまりセンサーが人を検知したら音を再生するというようにコードを書いてみましょう。先ほど確認した通り、センサーが人を検知した後、センサーステートが1になります。なので、while の中のセンサーステートを受け取った下の行に if センサーステートイコールイコール1という if 文を書いて、この if 文の中はセンサーが人を検知した時に動くようにします。そして先ほども説明した通り、音を再生、待機するというのはサウンドデバイスのプレイとサウンドデバイスのウェイトなので、ここを切り取って if の中に貼り付けます。プリントとスリープは削除しておきます。では、これでもう一度プログラムを動かして、センサーに手をかざしてみると、おかえりなさい。このように手がかざされたタイミングで音声が再生されましたね。次にブレッドボードを使ってみたいと思います。ブレッドボードは電子部品をハンダ付けせずに差し込んでつなげられるボードです。ラズパイにはピンの集まりがありますが、このピンとブレッドボードを接続することで、電子部品をブレッドボードを経由してラズパイと接続することができます。先ほどのように、ラズパイのピンと電子部品をワイヤーでつなげることもできるんですが、ブレッドボードを使うことで、どことどこがつながっているのか配線が見やすくなるし、電子部品が板に固定されるので扱いやすくなります。また、ラズパイをシャットダウンして電源を切って、これまで繋いでいたセンサーを取り外しておきます。では、このブレッドボードをどのようにラズパイのピンと繋げればよいのかを説明します。まず、ブレッドボードにはプラスとマイナスと書かれている横1行があります。プラスの行にある穴は、ラズパイの 3.3V ピンや 5V ピンに接続して、回路のプラス側の穴として使います。また、マイナスの行にある穴は、ラズパイのピンのグラウンドに接続して、回路のマイナス側の穴として使います。先ほども言ったみたいに、ラズパイだとパワーがプラスで、グラウンドがマイナスなので、同じもの同士を接続すればよいということです。そしてこのプラスとマイナスの行の裏側を見てみると、マイナスの行のすべての穴が金属でつながっているのがわかるかと思います。
つまり、マイナスの行の一番端の穴とラズパイのグラウンドをつなげると、このマイナスの行にあるすべての穴がラズパイのグラウンドにつながるため、すべての穴が電気の戻り道になります。オスメスのジャンパーワイヤーで、マイナスの行の一番端の穴とグラウンドをつなげておきましょう。また、今回私が用意したブレッドボードは、プラスの行の穴はちょうど真ん中で金属が途切れています。なので、ブレッドボードを表にして、このようなこの字型のジャンパーワイヤーを使って両サイドを接続させます。そして、マイナスの行と同様に、プラスの行の一番端の穴とラズパイの 3.3V ピンをつなげることで、このプラスの行にあるすべての穴が 3.3V ピンとつながります。オスメスのジャンパーワイヤーで 3.3V ピンとプラスの行の一番端の穴をつなげておきましょう。今度は数字とアルファベットが書かれている穴のエリアについて説明します。これらの穴には電子部品を差し込みます。なので人感センサーについている3つのピンを A の行のどこか適当な穴のところに横にこのように差します。またこれも裏側を見てみます。そうすると今度は縦通しの穴が金属でつながれているのがわかります。そして間の部分に金属が途切れている部分があります。なので上下をつなげて上下にわたって電気を通したい場合はこの字型のジャンパーワイヤーを使ってつなげれば良いです。これは必要な場所だけつなげます。今回のケースだとつなげる必要があるのは実際に電気部品がつながっている穴の列です。なので、この3箇所をジャンパーワイヤーでつなげます。で、人感センサーは先ほどまでプラスと書かれている側のピンに 3.3V ピン、マイナスと書かれている側のピンにグラウンドピン、真ん中のピンは GPIO26 をつないでいましたよね。なので、センサーのプラス側のピンが刺さっている穴とつながっている縦の列の穴のどれかと 3.3V ピンとつながっているこのプラスの行の穴のどれかをジャンパーワイヤーを使って接続します。小さいワイヤーで済むようにセンサーのプラス側のピンが刺さっている穴の縦の列の一番下の穴とプラスの行をつなぎます。同じようにセンサーのマイナス側のピンが刺さっている穴とつながっている縦の穴のどれかとグラウンドとつながっているマイナスの行の穴のどれかをジャンパーワイヤーを使って接続します。これも一番下の穴とマイナスの行をつなぎます。あとは真ん中のピンと GPIO26 をつなげば良いので、真ん中のピンが刺さっている穴とつながっている縦の穴のどれかとラズパイの GPIO26 のピンをジャンパーワイヤーでつなげます。これでブレッドボードを使ってラズパイのピンとセンサーのピンを先ほどと同じようにつなげることができました。このつなぎ方はあくまでサンプルなので、この通りじゃないと動かないというわけじゃないです。ラズパイのプラス側がセンサーのプラス側に、ラズパイのマイナス側がセンサーのマイナス側に、ラズパイの GPIO がセンサーが信号を送るピンに接続されていれば問題がありません。ではまたラズパイを起動して Python のプログラムを実行してみましょう。この状態で Python を動かして、ブレッドボード上のセンサーに手をかざしてみると、おかえりなさい。音声が再生されて、ちゃんとセンサーとラズパイがブレッドボードを使って接続できているのがわかりますね。最後に LED を光らせてみたいと思います。また、ラズパイをシャットダウンして電源をオフにしておいてください。LED を見てみると、長いピンと短いピンがついています。長い方をプラスに、短い方をマイナスに接続します。では、これをブレッドボードに差し込んでみましょう。先ほどと同様に A の行の穴を使います。センサーから少し離れた場所に、このように横に差し込みます。今回、右の穴に短いピン、左の穴に長いピンを差し込みました。先ほどの人感センサーでは、プラス側は 3.3V ピンに接続していたんですが、3.3V ピンや 5V ピンだとオン・オフの制御ができません。そのため LED ではプラス側のピンをラズパイの GPIO ピンと接続させます。GPIO ピンは入力・出力用で信号を送ったり受け取ったりできるよと説明しました。そして信号を送るとは具体的に電圧をかけることだよとも説明しましたね。
つまり GPIO ピンを使って LED に信号を送るとは電圧をかけることと同じなので、電圧がかかったタイミングで LED が光ります。なのでプラス側の長い方のピンを差し込んだ穴の列の一番下の穴とラズパイの GPIO ピンのどれかをつなぎます。今回は GPIO17 のピンとつなげておきます。そしてマイナス側である短い方のピンを差し込んだ穴の列の一番下の穴はブレッドボードのマイナスと接続しておきます。そして先ほども言ったみたいに上下を分断する溝の部分はワイヤーで接続しておく必要があります。マイナス側の穴の列の溝をこのようにワイヤーで接続します。そしてプラス側の穴の列の溝は抵抗を使おうと思います。LED は電流が流れすぎると壊れてしまうことがあるので、LED を接続するときは LED のプラス側かマイナス側どちらかに抵抗を使い、電流を LED にとってちょうどいい量に制御します。で、抵抗はどのくらいのものを用意すればよいのかというと、LED の説明書に抵抗計算式が記載されているので見てみましょう。このように電源電圧ボルト引く準方向電圧効果ボルト割る準方向電流アンペアが抵抗になります。電源電圧はラズパイの GPIO ピンがどの程度の電圧なのか確認すればよいので、ラズパイ3の仕様を確認してみます。このように GPIO ピンのところの説明に 3.3V と書かれていますね。次に準方向電圧効果ですが、これは LED の仕様に書いてある準電圧という部分を見てみます。この LED の準電圧は 3.1V と書かれていますね。最後に準方向電流ですが、これは自分で流したい電流を決めます。LED の場合は定格電流にもよりますが、1から 5mA で光ることが多いと思うので、今回は 1mA、つまり 0.001A として計算します。そうすると計算式は 3.3-3.1 を計算したものに対して 0.001 で割った値なので200となるため200オームぐらいの抵抗を用意して使えば良いです。今回本当は200オームの抵抗を用意したかったのですが、ちょっと間に合わなかったので、この実演では330オームの抵抗を使っていきます。そして抵抗をプラス側の穴の列の溝に差し込んで接続させます。これで OK です。ではまたラズパイを起動させて、センサーが人を検知した時に、この LED が光るように Python のコードを修正しましょう。またラズパイを起動して VS コードから接続します。今度は GPIO17 のピンを出力モードで設定する必要があります。ラズパイから見た時、光らせる、光らせないの信号を送る側のピンだから出力モードです。なので先ほど説明した通り GPIO のセットアップを呼び出して第1引数に17、第2引数に GPIO のアウトを指定します。そしてセンサーで人を検知した時に動くコードはこの if 文の中でしたよね。なのでこの if 文に入った直後で GPIO のアウトプットを呼び出して LED を光らせる信号を送ります。第1引数を17にして第2引数を1にします。こうすることで GPIO17 のピンに信号を送ることができます。またこの if 文を抜けるタイミング、つまり音声の生成が終わったタイミングで LED をオフにしたいと思います。先ほどと同じように GPIO のアウトプットを呼び出して第1引数に17を指定して第2引数に0を指定します。こうすることで GPIO17 のピンに送っていた信号を止めます。これで OK です。このプログラムを動かして、センサーに手をかざしてみると、おかえりなさい。LED が光って音声が再生されましたね。このようにラズパイは何かしらの電子部品をつなげて、その部品へ電源を供給したり、信号を送ったり、信号を受け取ったりできます。そしてその制御を Python のプログラムから行うことができます。今回はインプットデータが人が通ったという情報、つまり赤外線の人感センサーからの信号にしてアウトプットを音声を再生と LED を光らせるというものにしました。電子部品は他にもいろいろな種類があるので、そういったものを使ったり、他にも今回のようにインターネットにつながるよう設定したら API を使ってどこか別のサービスへデータを送ったりと、もっともっといろいろなことをラズパイで実現することができます。ぜひ皆さんならではのアイデアでラズパイを使った電子工作に挑戦してみてください。
今回の動画は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。